静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は学術院工学領域機械工学系列の小林雄一先生をご紹介します。研究分野は工学、機械工学、知能機械学、機械システムとしており、現在の研究テーマはロボットの動作生成、環境認識、動作学習、無人車両の自律制御です。学習知能ロボット研究室を紹介させていただきます。工学部機械工学科の小林雄一です。よろしくお願いします。まず研究室の概要ですけれども、ロボットの認識と制御を研究する研究室です。指導教員は私一人で、学部の学生が5人、修士の課程の、学生が8人、留学生がそのうち3人いまして、博士課程の学生が1人います。こういった人たちと一緒に研究をしています。研究の内容ですけれども、ロボットを知能化するということが主な目標です。ロボットの活動の場というのは、これまでの工場みたいな非常に整備された環境からそうではない環境にどんどん活躍の場、期待される場を移してきています。例えば有名な Google の自動運転の車であるとか、あるいは最近は災害の対策のためのロボット、それから家庭環境で動くロボットなども求められています。こちらに見せるのは災害用の災害の環境でいかに探索するかということを目指したロボット。こちらのロボットは原発のような環境、事故が起きたような環境の中でいかにロボットが作業するか、そういったことを目指した研究です。こういったロボットの研究には実用化が間近の研究も例もあるんですが、自立では難しい課題もまだまだたくさんあります。自立と言いますのは自動で動く、ロボットが自分で判断して自分で行動を決める、そういったことです。自立の反対っていうのは操縦なんですが、操縦型ではいろいろなことができるんだけれども、操縦で全部動かすのはなかなか大変というのがあるので、ロボットに自分で判断して動いてほしいんですが、それはなかなか難しいという現状があります。その自立が難しい理由を大雑把にまとめますと、この多様性とか想定外とか、そういった言葉でまとめることができます。これどういうことかと言いますと、人の生活しているような環境はロボットが整備されている、ロボットのために整備されている環境とは違って、いろいろなものがあったり、いろいろなことが起き得るんですね。例えば家庭環境だったら、新しいものが買ってきて置いてあって、それをどういうふうにしていいかわからないとか、何か荷物が置いてあってそれが邪魔になってしまうだとか、災害対策なんかはもっとそれがひどいですけれども、いつもだったらない場所に物が落ちてきていて邪魔をしているだとか、もういろいろなことがありえます。そういった環境で自立で動くということは非常に難しいです。今までのロボットの知能っていうのは基本的にプログラムをしっかり作っておいて、その通りに動かせば、自立で自動でいろいろ動くことができたんですが、このプログラム通りに動くという発想だけではこういう課題に対処することは難しいです。ロボットに求められる賢さっていうのは、今の話をまとめますと、あらかじめプログラムした通りに動くだけでは難しいということなんです。どういうことかと言いますと、何か環境が変わっていたり状況が違ってたりすると、あらかじめ用意したプログラムではダメだということになりますよね。そういった時に失敗が起きます。そうすると人の失敗に対応してプログラムを修正するっていうことは当然必要になるわけですが、それを毎回人がやらないといけないとすると、何か想定と違うことが見つかるたんびにプログラムを直さないといけない。それは現場にロボットを投入した時にはものすごく大きな手間になってしまうし、ものすごく時間がかかってしまう。そういうことを避けるために、そういった不便さを避けるということが必要になってくるわけですが、私たちの研究室ではこのいろいろなロボットを実際に例に取りながら、いかにしてその不便さを避けるかということをターゲットにしています。具体的に言いますと、この人が全部プログラムを修正するという発想をするのではなくて、ロボットが自分で情報収集して対処する能力を持たせるだとか、想定してないことやわからないことがあった時に、その未知の要因ですね、
例えば物体は見ただけではどれぐらいの重さかわからないから、押してみたら意外に重かったとか、意外に軽くて倒れちゃったとか、そういった未知の要因に対処する能力とか、あるいは人間がやっているような学習の原理をモデルにして、模擬してですね、それをロボットへの応用につなげるといった、そういった研究を行っています。物体操作の制御ということに関しましては、ここにあるようなハンドとアームがついたロボットがここにある物体を回転させて運ぶということを例えば念頭に入れた研究をしています。こういうものを動かす制御っていうのは、物体の形とか重さとかそういったものが正確に分かっていれば、どういうふうに力を加えれば回せるかとか押せるかとか、そういったことは計算できるんですけれども、それが正確に分からなかったとしても、人間だったらば実際にやってみて思ったのと違う動きをすれば、やっぱりもうちょっと力をこういうふうに加えたらいいなっていうのができますよね。そういった人間ならできるような、試したり失敗したりしながらできるようになる能力っていうのがあって、それはロボットであっても同じようなことは原理的にはできるはずです。そういったことをこの物体操作の制御の研究では行っています。もう少し細かく言えば、物を実際に動かそうとした時に滑ってしまったとすると、その滑ってしまったっていうことは実際にもともとロボットが持っていたモデルの情報ではちょっと足りなかったということなので、そこをちょっとだけ修正してやり直すと、そういった試行錯誤をするような方法です。こちらの例はロボットのバランス制御をするという研究テーマですが、これもやっぱり考え方は同じで、自分で収集した情報からバランスを制御することに失敗したとしたら、その失敗に対処するにはどうしたらいいかというのを学習して制御しようということです。この方法の特徴は、運動方程式っていう、人手で数学的なモデルを用意して解析するということをしないで、実際にロボットがいろいろ関節を動かしてみて、その動かした時にこういう動かし方をしたら体こっちに傾くんだなとか、そういった関係をうまくどんどん覚えていって、その情報を使ってだんだん失敗しないようにできるというものです。これ左側と右側はその転倒を回避する制御がない場合とある場合ですけれども、左側のこのない場合は足をある姿勢まで持っていこうとすると、その時にバランスを崩してしまって倒れてしまう。でこちらの例はそういった時にちょっとずついろんな足の動かし方を試してみて、動かし方によってはうまくバランスが取れるなというのを見つけたら、それをどんどん試して効率よく転倒を回避するような制御を学習で獲得するという、そういう研究です。次に紹介するのは人の運動モデルと学習制御ということなんですが、これはさっきのロボットよりももう少し柔らかい構造をそもそも持った腕のロボットを想定していまして、柔らかいというのはどういうところかと言いますと、筋骨格モデルというものです。この青い部分っていうのが、人間でいうと骨に当たる部分、この紫っぽい部分、ここは筋肉を模擬した部分です。人間の腕に近いようなモデルの制御を考えているんですが、こういうモデルを考えながら人のようなこの筋肉を持った柔らかい動き、実際には人間じゃなくてロボットでこれを実現するとしたら人工筋肉とかを使う必要が出てきます。でそういった柔らかい動きをしながら、なおかつ人のように条件の変化に強い動きをさせようと。この条件の変化に強いっていうのは、人間の場合だったら例えば道具を持ったりすると、その道具の分だけ手の重さが変わったりします。あるいは長い棒を持ったら、あたかもその人間の腕が伸びたようなことが起きます。その重さが変わったりだとか、長さが変わったりだとか、そういったことが起きても人間の場合だと割と早く対応できますよね。そういう対応する能力っていうのをこういったモデル化を通じて研究しようとしています。でこの手先をこの課題ではこの赤い場所に運ぶということを目標にした学習制御をしていますが、最初これデタラメに動いています。デタラメといっても、その動きながらどういう動かし方をすると手が動くのかっていう、そういう関係を徐々に学習していっているので、最初ランダムにデタラメに動いているように見えますが、
だんだんと目標の場所に制御できるようになっているのが分かります。こういった考え方方法を使いますと、例えばこちらの例のように関節が長くなってしまった場合、長くなったらその長くなった腕に対応して動かし方をまた自分で発見することができる。こちらも最初、ぎこちない動きをしているように見えますが、この動かしながら得て、実際に手がどのように動いたかっていう情報を見て覚えながら学習して、最終的にはこの赤いターゲットのところに手を持っていくことができるようになります。次に紹介する研究例は、失敗要因を推定する認識学習というものです。これは先ほどの運動の学習とはまた少し違っているんですが、ロボットがものを見ている時の見えているものの中で何に注目したらいいのかという視覚的な情報を処理する部分、そこも人間の赤ちゃんが学習していくのと同じように、大事なポイントを自分で何に注目したらいいのかっていうのを見つけ出すような学習をさせようとしている研究テーマです。ここに書いてありますのは、ロボットが見ている画像の中から動作の成功や失敗を分ける要因を自分で見つけ出す学習というものです。こちらの動画の例は、ここにある長い棒をロボットが手で持って掴んで持ち上げようとしているという、そういう動作です。で、その様子をロボットがカメラで見ていると、このような画像が得られます。緑の点は画像の中の特徴点と呼ばれる特徴的な点を追跡しているものです。右側の方はその物体を掴むのに成功している例、こちら失敗している例で、物体の場所まで手が届いていないので掴んでるつもりが掴めていないと。なのでそのまま手を持ち上げると物体は動かなくて手だけが動いてしまう。こちらは逆にしっかり掴めているので、物体のところに手がちゃんと来て一緒に物体を運んでいる。そういった違いがあるわけですが、ただこの画像2つを与えられても、この中から何がその成功と失敗の分かれ目になっているのかっていうのは、あらかじめ人間が与えるのではなくて、そこをロボットは自分で見つけ出すということをやろうとしている研究です。こういうことができるようになれば、いちいち人が今こういう状況だからこういう画像処理をしてこのように制御しましょうというプログラムを書かなくても、ロボットが自分で動いてみながら、結果として物が動かせなかったということは、こういう特徴に注目してこういう状況になるように、つまりちゃんとつかめているかどうかを確認してから持ち上げるのがいいんだなというのを自分で発見できるようになります。そういったことを目指している研究です。最後に紹介する研究は無人車両の制御ですが、自動運転の例なんかでも見られますように、自動車が市街地で自動で動き回るというのがかなり現実に近づいてきています。私たちの研究室ではその市街地よりもさらに、整備されていない環境、街中ではなく野山でその中でも自動で動けるような無人車両というのを目指しています。街中と違って大きな凸凹や草木や石や岩やいろいろなものがあり得るんですが、そういったものを避けながら賢く判断して進むということができれば、屋外での探査の課題であるだとか、あるいは農業の課題だとか、いろいろなところに応用の可能性が広がってくると思います。ここに紹介している動画は、シミュレーターの環境の中で実際に存在している野や山がある環境を模擬して、その中でこの車両を走り回らせるというものです。この中でシミュレーターの中でたくさん収集した情報をもとに、どういった場合にどういう判断をするとうまくいくのか、あるいはうまくいかないのか、そういったことをこのシミュレーターの中でどんどん学習してやって、それをうまく使って実際の環境でも賢く動けるようにしようというものです。今シミュレーターでお見せしたのと全く同じ環境で同じ車両を動かしているのがこちらの動画になりますが、この車両は完全にコントローラーなしで自分で判断して動いています。この上の部分にレーザーレンジファインダーと呼ばれる周囲360度の地面の様子を
点群の情報として取ってくるセンサーがついています。基本的にはこのセンサーの情報を使いながら道になっている部分、つまり走れる部分と走れない部分っていうのを識別して、その走れる部分の中でも広がっている方向を、通れる道のように判断してそちらを進むということをしています。でポイントの一つはこの経路選択を自動で行うということなんですが、最終的に行きたい場所が例えばここら辺にあったとすると、今のように右と左に分かれ道があったらどちらに進んだらいいか、そういう部分もさっき紹介したシミュレーターでたくさん経験したデータを使いながら、この場合だったら左に進んだ方がゴールに近いだろうとか、そういった判断ができるようにするという研究です。この無人車両のナビゲーションというテーマと連動して、運動計画や環境認識といったテーマにも取り組んでいます。この運動計画というのは、どのようなルートを通れば一番コストが少ないか、カーナビで、いろんな経路を出してくれるのと同じような感じですけれども、カーナビでやっているのよりももっといろいろなコストというものを考慮して計画させようということです。今みたいな凸凹のある環境だと、場所によってはものすごく揺れてしまうところもあるし、場所によってはすごくエネルギーを使ってしまうところもある。そのエネルギーをなるべく使わないだとか、あるいはなるべく凸凹なところを走らないだとか、そういったものをコストとして考慮して運動計画しようというものです。こちらのこの左側の環境は、黒い場所が障害物で、赤い場所は通れるんだけれどもコストがかかるところ、いっぱい揺れるところだとか、なるべく通りたくないところだと思ってもらえばいいと思います。こちらの薄い方は、こちらの赤いところに比べるとコストが低いということになりますので、この車両としてはこの障害物を避けてここに行きたいといった場合には、左側を通るよりも右側を通った方がコストがトータルで少なくて済むということになります。そういったことをこの運動計画ではちゃんと計画していけるようになると。結果としての回はこういうふうに右側のルートを通ってなるべく早くゴールに到達するということができます。こちらの右側の例はまたちょっと違っていまして、ここがある障害物のようになっているんですが、スピードをつければ、スピードが速ければ通ることのできる場所ということになっています。そういった場合はここに、最初のスタートする場所からそのまま加速するとスピードが足りなくて通ることはできないんですが、一旦後ろに下がって弾みをつけて加速してやればスピードが十分に出るので通ることができると。これもスピードが速いのか遅いのかとか、そういったことも含めて運動計画をする方法になっているので、こういった一旦下がって弾みをつけるっていうことまで運動計画することができるというものです。このような運動計画と、もう一つこのような車両が実際にいろいろな環境で走った時にどのようなコストが発生するのかということを、学習するために実際に車両を段差を乗り越えるような実験を行って、その時にこのロボットに搭載されているセンサー、振動センサーとかですね、どれぐらい振動しているのか、そうするとこれはどれぐらいのコストなのか、この場所がどれぐらいのコストなのかというのを認識できるようにするということも並行して研究しています。最後に、研究の、紹介のまとめをさせていただきます。まずロボットの研究というのは、ここでも紹介しましたが、実用化が間近なものもありますし、まだまだ多くの積み重ねが必要な基礎的なものまで、まだまださまざまな課題があります。その中でも私たちの研究室では特に魅力的なチャレンジは、この人のように学べる知能を持ったロボットをいかにして実現するかという部分です。人工知能の研究は最近非常に注目されていますが、メディア情報処理、画像を見てそれが何かが分かるだとか、そういった知識処理の分野ではかなりいろいろなことができるようになっていますが、ロボットには実際に動かさなきゃいけないっていう動作を制御するっていう側面があります。そういった側面を含めて人間のように学べるということに関して言うと、まだまだロボットの知能は十分なレベルに到達していないので、そこをいかに改善していくかっていうのがまだまだやりがいのある研究分野だと思っています。
そのために必要になることが、物理学とか制御工学、それから統計学。この統計学の中には人工知能の技術や機械学習と呼ばれる方法論なんかも含まれます。あとプログラミング、ソフトウェアだとか、そういった知識を統合してさらに発展させる、応用するという技術を、蓄積しようと考えています。こういった経験はロボットを単に動かすということにも役立ちますし、ロボットという形にとらわれなくても今後の産業にもいろんな形で非常に役立つのではないかと考えています。以上で研究紹介終わります。